どうも、さすさんです。今回はですね、WL マウス Beast X の新型モデルが登場したということでレビューしていきたいと思います。で、その Beast X っていうもの自体ね、どんなマウスか知らないっていう方もいると思いますので、一応説明しておくと、これね、本体の素材がマグネシウム合金なんですよ。金属製のね、ゲーミングマウスになってますし、見てわかる通り、がっつりね、肉抜きされた形状になってます。なので、これね、重量がめちゃくちゃ軽くて、40g を切ってるんですよ。で、見た目的にね、ちょっと壊れやすそうとか、強度的に大丈夫なのって思われるかもしれないんですけど、その辺もね、全然心配なくて、もちろんね、この中にジュースとかこぼしちゃったらやばいと思うんですけど、結構強い力でマウスを握ったとしても、たわんだりとか、きしみ音とか、そういうのは一切ないです。で、僕が持ってるこの Beast X は初代のモデルで、付属のドングルはこういうやつなんですよ。キューブ型で結構でかくて、ここにね、ディスプレイがついてていろんな情報を表示したりできるんですけども、ポーリングレートは最大 4000Hz となってます。で、今回レビューするのはこの Beast X のね、新しいモデルなんですが、スペックが全体的に上がってるっていうのと、ドングルも変更になってたり、カラーバリエーションとかもね、違いますので、今新しいゲーミングマウス欲しいんだよなとか、金属製のゲーミングマウス気になったなんて方はぜひ最後までご覧いただけますと幸いです。ということで早速やっていきましょう。はい、それでは早速こちらの新型モデル Beast X Pro を開封していきたいんですけども、今回メーカーさんからね、2つお送りいただきました。で、なんで2つあるのかというと、1つは僕が元々持ってた Beast X と、ほぼ同じね、形状になってまして、もう1つはサイドのね、この穴がなくなってるそうなんですよ。それがね、どんな感じか気になりますね。じゃあまずね、このサイドに穴が開いてる方から見ていきましょう。マウス本体はこういったね、セミハードケースに入ってます。いきます。オープン。よいしょ。はい、こちらが Beast X Pro ですね。カラーはブラック。さっきも言った通り、こちらはね、サイドに穴が開いてる方なんですけども、これ実はよく見ると穴の開き方違ってまして、真ん中から左はね、あんまり変わってないような気がするんですけど、右側のね、この3つはですね、この映像でも伝わるんじゃないでしょうか。ちっちゃくなってるんですよ。その分この金属の面積がね、ちょっと広くなってますね。本体の強度向上っていう意味があるのかな。でももともとね、これ全然やわじゃないんですよ。冒頭でも言ったんですけど、結構強めの力でね、こうやって押し込んだりしても、たわんだりとかっていう感覚はないんですが、それがね、さらに強度アップしたということかもしれないですね。相変わらずね、めちゃくちゃ頑丈な気はします。はい、じゃあもう一つ、サイドの穴がなくなったモデルもね、見てみましょう。いきます。オープン。こちらはね、本体からシルバーをお送りいただきました。で、この横どうなっているのかというと、はい、こんな感じでございます。なんか不思議だな。Beast X っていう感じ、上から見たらするんだけど、横から見るとね、なんかちょっと違和感あるというかね、不思議な感じがしますね。この両サイド肉抜きされてるモデルの場合は、握った時にどうしてもね、そこに指が当たるというか、こうボコボコしてるっていうのがわかるんですけども、こちらはですね、握った時にそういった感触は一切ないですね。手のひらのね、当たる部分に関しては肉抜きされてるっていう感触、今までと同様にあるんですけど、サイドはね、全然違和感ないというか、一般的なゲーミングマウスを握るときと同じようなね、感覚で使用できるのかなと思います。それが一つメリットっていうのと、もう一つは強度がね、おそらくこっちの方が上がってるっていうのと、あとサイドからゴミの侵入を防ぐっていう役割もあるんだと思います。そんな感じでパッと見ね、このサイドの肉抜き以外は形状全くね、同じなんじゃないかなと思いますね。大きさもね、これ全く同じになってます。サイドの肉抜きありなしで重量は若干違いがあります。旧型も含めた3つを測ってみるとこのようになりました。やっぱり肉抜きありの方が少しだけ軽いので、どっちを重視するかっていう感じですね。ただ、新型 Beast X Pro カラーバリエーションは変更になっていて、こんな感じなんですよ。ブラックとかね、選ぶことはできるんですけども、割と明るめな色がね、多いなという印象を受けました。で、僕がね、もともと自分で買って使ってた、初代のね、Beast X のこの赤いやつとかはね、なくなっちゃったんですよね。これね、個人的に気に入ってたので、ちょっと残念かなっていう風に思います。そ
それと左右のクリック、メインのスイッチについては TTC 製とオムロン製選択することができます。TTC のスイッチはどうやら金属マウス向けに作られた、スイッチらしいんですね。メカニカルスイッチ。で、オムロンに関しては光学スイッチになってるので、オムロンの方が遅延が少なかったり、チャタリングが起きないとか、そういったメリットがあるみたいですね。ちなみに僕はこれよりサイズが大きい Beast X Max っていうのもね、使ってるんですけど、このスイッチね、TTC のやつをね、僕買ってみたんですよ。でも別にね、TTC だからこうチャタリング起きるとか、そういったことはね、全然ないですね、今のところ。はい、続いてマウスホイールについてなんですが、初代のビースト X はね、マウスホイール樹脂製だったんですよ。で、回し心地については、ちょっとトコトコっていう引っかかりのあるような感じ。全然ね、滑るとかそういったことはなかったんですけども、これ新型はね、表面がシリコンっぽい素材に変更されてます。で、回し心地については、どうだろうな、ほぼ一緒なのかな。なんか若干ね、こっちの初代の方が、トコトコ感強いような気はしますね。これどうなんだろう、初代ビースト X の後にビースト X8K っていうやつも出たんですよ。そっちのマウスホイールはね、ちょっとどうなってたかわかんないんですけども、とりあえず初代とプロではね、そういった違いがあります。マウス底面の素材はどちらも樹脂製で形全く同じですね。ついてるソールも一緒だし、センサーの位置も同じになってます。ただセンサーはね、変更されてまして、初代ビースト X とかビースト X8K については PAW3395 積んでたんですけども、ビースト X Pro については PAW3950HS となりました。ビースト X Max についてたセンサーと同じやつですね。その分センサーの精度っていうのも高くなってるはずです。体感できるかっていうのはまた別の話なんですけど。はい、次に内容物について。まず、マウス本体。そして、接続用の USB ドングル。このちっちゃいドングルは、ポーリングレート 1000Hz までしか対応してないんですよ。で、その隣のね、この猫型の可愛いやつ。これ電源入ると、目のところがライトになってて光るんでね、より可愛くなるんですけど、こちらはポーリングレート最大 8000Hz まで対応してます。基本的にこっちを使うのがね、いいかなと思いますね。で、マウスの充電とか、ドングルの接続用のケーブル。端子は片側タイプ A と片側タイプ C になってまして、ケーブルの素材はね、これパラコードみたいな感じで、めちゃくちゃね、柔らかいです。型もね、すぐほぐれるような感じ。ケーブルの長さは先端から先端まででだいたい 1.8 メートルぐらいありました。で、こちらがグリップテープですね。いろんな形のやつがついてるので、メインのボタンだけじゃなくて、横とか後ろとかいろんなところにね、貼り付けて使うっていうものだと思います。で、最後ね、一気にお見せしたいんですけども、右からマウスソール交換用のやつですね。もともとね、ドットのやつついてて、別にね、これでいいという方はそのまま使えばいいんですけど、コントロール寄りの方がね、いいっていう方はちょっと面積大きいやつに交換してあげると、摩擦が増えてね、より止めやすいとか、トラッキング人によってはしやすくなるとか、そういったメリットあると思います。僕はね、レビュー終わったら、一番大きいやつに交換したいと思ってますね。それとさっきとは違う形状のグリップテープ。これね、黒とホワイト2種類ついてるんですよ。ただ、ビースト X ってこれね、コーティング優秀なのか、全然ね、このまま使っても滑んないんですよね。相当手汗かきやすいとか、そういう場合じゃないとあんまりね、必要ないような気もします。で、最後がマウスソールとかグリップテープ貼るときに、一回ね、マウスをきれいにするためのクリーナーがついてます。はい、ドングルの違いについてなんですが、冒頭でも言ったんですけども、この初代ビースト X のドングル、キューブ型でディスプレイ搭載されていたので、これによってね、一目で現在の設定とかバッテリー残量っていうのを確認できたんですよ。あんまり DPI とかポーリングレート頻繁に変えるものじゃないとは思うんですけど、バッテリー残量がね、チェックできるっていうのは個人的に結構重宝してたんですよ。ただ、このドングルがね、でかいし、質感いまいちなんですよ、樹脂製で。マウス本体はね、金属製でものすごくね、質感高いのに、ちょっとね、ドングルだけ安っぽかったんですよね。なので、それに比べるとね、こっちの方がコンパクトだし、設定とかバッテリー残量の確認っていうのはできなくなるけど、仕方がないかなっていう感じ。ただ、普通のね、この猫型じゃなくて、一般的なね、ゲーミングマウスっぽい形状のドングルじゃダメなのとは思いましたね。結構人によってね、好み分かれるかも。可愛いんですけどね。それと見た目の違いじゃなくて、この初代のね、ビースト X のドングルの場合は、ポーリングレート最大 4000Hz だったんですよ。で、新型。これはですね、ビースト X8K もそうだったんですけど、このビースト X Pro のドングルもポーリングレート最大 8000Hz 対応しています。
レーザーが出してるポーリングレートをチェックするためのソフトで試してみたんですけども、ちゃんとね、8000Hz ぐらい、出てましたね。はい、ここから BeastX の設定項目見ていきたいと思います。今もうソフト起動している状態なんですけども、このソフトはブラウザベースとかではなくて WL マウスの公式サイトからダウンロードして起動する必要がありますね。で、言語については今のところ英語と中国語しか対応してなくて、日本語はね、設定できませんでした。で、もうマウスとドングルね、これペアリングもちろんされているんですが、デフォルトでこの猫型のね、8000Hz の方とペアリングされてます。じゃあ設定ね、見ていきます。このホームのところでマウスのアイコンをクリックするとこんな感じでね、設定開くことができまして、まずパフォーマンスタブ、ここでプロファイル3つからね切り替えれたりとか、ポーリングレートもここでね変更することができます。デフォルト1000なんですけど、僕は基本的にね、2000Hz で使うと思います。8000Hz にすることで理論上はね 1000Hz で使うのに比べて遅延が8分の1になるので、強いんですけどバッテリーの持ちが悪くなるっていうのと、ゲームによってはこの高いポーリングレートに対応してないっていうものもあるので、そういうね対応してないやつで使っちゃうと画面がねガクガクって引っかかり起きたりするんですよ。そういう場合はね、低め1000とか2000とかで使うのがいいと思います。で、3つ目が DPI ステップですね。今 DPI1600 になってて、クリックするだけでね簡単に変更できます。で、僕は基本 DPI800 しか使わないので、このステップ1にしちゃって、で、数値もこれ800にします。で、一番下 Enable XY っていうところ、これね今オンなんですよ。オンの状態だとマウスを動かす時の縦軸と横軸でね別々で DPI 変えれるんですね。オフにするとどっちもね同じ感度で使うことができます。基本ねこれ一緒にした方がいいと思いますけど、別で使ってる人なんか聞いたことないですけどね。はい、次に右側に行って、このデバウンスタイム、これ何かというと、簡単に言うとこの数字が小さいほどボタン入力の遅延も少なくなります。じゃあ0でいいじゃんってなると思うんですけど、0で使うともしかしたらチャタリングがね起きてしまう可能性あるんですよ。その場合は数値をねちょっとだけ上げて使うとか、するといいと思います。基本は0でねいいと思うんですけど、その次スリープタイムっていうのは、マウスをね操作していない時間が長くなると勝手にね、スリープしてバッテリーを節約するっていうもの。今撮影のために30分にしてるんですけど、デフォルトだとねめっちゃ短かったです。1分とかになってたはずですね。はい、その下がリフトオフディスタンスで、マウスをマウスパッドからどのぐらい浮かしたらセンサーが反応しなくなるかっていうね距離の設定ですね。デフォルトは 1mm になってました。 0.7 か 2mm にすることもできます。はい、さらに下に行ってアングルスナップ、モーションシンク、リップルコントロール、これ基本全部ねオフで使った方がいいと思うんですけど、アングルスナップっていうのは、例えばマウスをねこうやって横に操作しますよね。この時にまっすぐじゃなくてちょっとねこう曲がった感じになるんですよ。それをなんか補正してくれる機能らしい。2つ目のモーションシンクっていうのは、これオンにするとセンサーの精度が若干上がる代わりに若干遅延が増えるとのことですね。そもそも最近のセンサーねめちゃくちゃ高精度なんであんまり使う必要ないと思うんですけど。はい、上から3つ目リップルコントロールっていうのは DPI を高くして使った時、多分 DPI800 とかだとあんま関係ないと思うんですけど、例えば DPI を16000とかもっと高くして使った時に DPI 高すぎてねこう動きが挙動がねギザギザしてしまうと思うんですよ。それを補正してくれるっていう機能だそうです。で、その下のロックコンビネーション、これだけねオンにしているんですが、これはですねマウスの電源を切った時にこのマウスのボタンのショートカットで接続先のドングルを切り替えるって機能があるらしいんですね。それをオフにするかどうかっていう設定らしいです。ほとんどの方ね間違って接続先のドングル切り替わっちゃったら困ると思うんで、これオンにしておいた方がいいと思います。で、最後がハイスピードモードっていうもので、これをオンにすることでパフォーマンス向上します。遅延が減るっていうことなんですけども、ただこのハイスピードモードを使えるのはポーリングレート 1000Hz の時だけだそうなんですよ。1000Hz で使うっていう方は基本的にオンにした方がいいと思います。で、一応これを使うとバッテリーのね消費が早くなるっていうデメリットもあります。で、その他キーバインドの設定、変える人あんまいないと思いますけど、一応変更できたり、マクロ組んだりとか、あと最後ライティングですね。これドングルのライティングなので、この猫の目の色をね変えたりとかできるのかな、できますね。はい、こんな感じでね色を変更するっていうことができます。
はい。というわけで今回は WL マウス最新モデル BeastX Pro のレビューでございました。元々の BeastX とか BeastX8K のマイナーチェンジモデルっていう感じですね。センサーとかドングルのアップデート、ポリングレート 8000Hz に対応したっていうのと、あとはね、肉抜き形状の変更と、YouTube のコメント見てると、こういう肉抜きされてる形状のマウスを使うのがちょっと不安っていう方もね、多いんですよ。中にゴミが入っちゃって大変そうじゃんとか、飲み物こぼしたら一発アウトだよね、みたいな人がね、結構多いので、そういう人であれば、この横のね、肉抜きがないモデルであれば、ちょっと安心感はね、高くなるんじゃないかなと思いますね。肉抜きされてなくてもあんまり重さ変わらないしね。個人的には別にね、肉抜きされてもいいなと思ってるので、どっちか一つ選ぶとしたらこっちなんですけど、そこはね、好み分かれる部分かなと思います。で、使い心地についてはですね、BeastX 初代のモデルと、全く同じでしたね。センサーとかポーリングレート変わってるんですけど、それをね、体感できるかっていうのはまたね、ちょっと別な話になってくるので、正直、BeastX 初代か BeastX8K 持ってる人であれば、買い替えるほどではないんですけど、BeastX 興味あるなとか、金属マウス気になってるんだよなっていう方はですね、ぜひ一度試してほしいなと思います。で、今回のこの BeastX Pro っていうのは、BeastX Max と多分ね、スペック全く同じだと思うんですよ。搭載されてるセンサーも一緒だし、ポーリングレートも最大 8K 対応してるということで、実際触り比べてみないとどっちがいいかね、動画だけで判断するっていうのは非常に難しいと思うんですけど、どっちもね、使いやすいんですよ、本当に。僕はですね、BeastX Mini はちょっとちっちゃすぎて、これは使いにくいなって思っちゃったんですけど、BeastX と BeastX Max はどっちも好みでした。ちなみに僕の手の大きさは多分ね、標準ぐらいだと思いますね。で、持ち方がつかみ持ちなんですよ。で、以前違う動画でも言ったんですけど、この BeastX 僕つかみ持ちした時に、サイドボタンの位置がね、これ絶妙なんですよね。前後のボタンどっちも押しやすいぐらいの位置についていて、マウスによってはちょっと後ろ押しにくいなとかっていうやつも結構あるんですけど、これはね、どっちもめちゃくちゃ押しやすくて好きなんですよ。あとは細かいんですが、この充電端子、もちろんね、端子 USB Type-C なんですけど、ものによってはね、付属のケーブル以外はね、なかなか刺さるものないっていうやつもあるんですよ。狭すぎて。でもね、この BeastX の充電口についてはね、付属のケーブルじゃなくても、普通のケーブル全然刺さるぐらいね、広くなってるっていうのも個人的に嬉しいポイントです。BeastX は本体重量 40g ぐらいしかなくて、めちゃくちゃ軽いので、人によってはね、逆に軽すぎて使いにくいとか、もっと重い方が好みとかっていう方もいると思うんですけど、軽いマウス好きっていう方にはね、マジでぶっ刺さると思うので、気になってる方はね、ぜひ一度試してみてください。動画の概要欄にね、リンク載せておきます。こんな感じで普段からガジェットに関する動画たくさんアップしてますので、もしよろしければチャンネル登録して応援していただけますと嬉しいです。こんな感じで今回は以上。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。